国の重要文化財に落書きした男2人を逮捕し、落書きを消す作業にかかった費用400万円を全額請求することにしたようです。記事とネットの反応を見てみましょう。今年3月に見つかった国の重要文化財、磐梯橋への落書き。新潟国道事務所への取材で、消す作業にかかった費用は、2カ所で計400万円ほどに上り、逮捕された男2人に対し全額請求する方針であることが新たに分かりました。磐梯橋の落書きは、欄干に3カ所、橋詰広場に1カ所見つかっています。4月、このうち2カ所に落書きをしたとして神奈川県に住む19歳の男2人が逮捕されました。落書きを消す作業は4月に行われ、新潟国道事務所によると、かかった費用は、逮捕された男2人が落書きした2カ所、合わせて約400万円に上り、2人に対し全額請求するということです。新潟国道事務所は、同じ時期に見つかっている竜頭大橋や千歳大橋の落書きについても、今後消す作業を行う予定です。それでは、ネットの反応です。慰謝料もプラスしよう。子供のいたずらみたいなことして何が楽しいのかね。当然の措置だと思います。バンクシーならいいの？外国人にも同じ対応しろよ。外交問題を避けるとか言って及び腰になるな。高い落書き。自分の家に書けばこんなに高くつくこともなかっただろうに。スシローみたいに甘やかすと皇族が増えるだけだと世の中が理解し始めたようで素晴らしい。富士山の中国人にも請求しろ。日本人にはしっかり取り締まるんだね。外国人には不起訴ばかりなのに。この国で犯罪を犯したら、外国人であろうと、こんな風にしっかり罰を与えてほしい。外国人に対しても、これくらい毅然とした対応をしてほしい。ということで、珍しくちゃんと対応するんだなって感じでしたが、落書きを消す作業に400万円って、ちょっと異常なような気もしませんか？そこで、どのような作業だったのかを少し調べてみました。まずは、足場の設置ということで、作業用の足場を欄干周辺に組み、安全を確保した上で作業に着手したようです。次に、重曹入りの温水と溶剤による塗膜分解による作業。これは、重曹を溶かしたお湯を噴霧し、塗膜を柔らかくしてから、専用の溶剤を併用して拭き取るという工程を繰り返したようです。そして、落ちにくい部分については高圧洗浄機で洗い流し、細かい汚れや残存塗料を完全に除去。最後に、汚れや薬剤が残留しないように、布やスポンジで丁寧に拭き取り、自然乾燥をして完了したようです。400万円の内訳には、足場の設置や高圧洗浄機のレンタル代、薬液や人件費も含まれているとのことで、4月7日に足場を設置し、作業が終わって、4月10日に足場撤去ということのようです。今回は、落書きをした人が全額負担ということで、とてもいいことだと思いますが、犯人が捕まらなかったり、中国に逃げちゃってる場合とか、ほとんどの場合で犯人って捕まっていませんよね。同じ時期に見つかっている竜頭大橋や千歳大橋の落書きについても、今後消す作業を行うということのようですが、この落書きを消す費用ってやっぱり税金ですよね。そう考えると、今回の作業で400万って妥当な金額なんでしょうか。今回は国の重要文化財ということと、橋梁という構造物、特殊清掃、保護措置という要件が重なり、高額な費用になってしまっているようです。足場の設置、撤去だけで数百万という話もあるようなので、そんなものなのかもしれませんが、犯人が見つかってないものに関して、このような莫大な金額が税金から支払われると考えると、ちょっともやっとしちゃいます。文化財保護法における罰則で、重要文化財を損壊、危機、隠匿した場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金の刑事罰が課される可能性があるとのことなので、犯人が捕まった場合は、修繕費に加えて、きちんと罰金も徴収してもらいたいですね。また、外国人犯罪者に対しては、日本人より手間がかかるので、日本で犯罪を犯した外国人には、特別料金を加えてもらいたいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。